住信 SBI ネット銀行の社長になって3回 IPO を経験し、社長としては2回。仕事が本当にできない銀行でしたから、多くの人が不可能だと思うけども、自分だけは絶対に成功できるっていうスイートスポットを見つける。ネオバンクなんて言葉もなかったし、API を使って銀行サービスを提供するなんてアイデアはどこにもなかった。30年前にビル・ゲイツが言った、銀行という機能が必要だけども、今ある銀行は必要ない。銀行が究極のインフラ産業になればいい。どんなビジネスをやるにあたっても、ユニークであること、シンプルであること、競争しないと。周りが反対することしかやりたくないです。みんながいいっていうビジネスモデルは決して良くない。僕自身が大事にしていること、それはもうたった一つで、正しいことを正しくやって正しく儲ける。世の中の歪みを見つけてそれを正す。そして勝つ。根っからの起業家だと思いました。よくそんな人がファーストキャリア銀行入ったなっていうね。本当ね。声で届ける起業家の物語、スタートアップナウ。MC のお稲荷です。本日のゲストは住信 SBI ネット銀行株式会社代表取締役社長 CEO の丸山則明さんです。丸山さん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なかなかこれまでスタートアップナウでお招きしたことがない方でお招きさせていただいておりまして、その理由といたしましては、今回アルファの田中さんにもお越しいただいているんですけれども、田中さんが今、丸山さんとご一緒されているというところをお伺いしておりまして、簡単にアルファさんないしは田中さんの自己紹介、そして丸山さんとの今のご関係性だったり、そのあたり簡単にまず田中さんからいただけますでしょうか。ありがとうございます。改めまして、アルファの田中です。はい。もう丸山さんとは、私がもう SBI 入ってから以来なんで、もう18年、19年ぐらいの付き合いになります。本当に横目に見ていて、すごい、僕は起業家だなっていう印象なんですね。で、丸山さんが、新規の新しい今プロジェクトを支援されていると、力を入れていくということだったので、今回ちょっとアルファから、出資をさせていただいて、今ティミックスグリーンという会社なんですけども、今ご支援させていただいている。そういった関係性で、今回ちょっと丸山さんに特別に来てもらったというところでございます。ティミックスの話はまた後ほど後半にお話しできればなと思っています。ありがとうございます。本当に丸山さんは住信 SBI ネット銀行様の中である意味連続起業家的にいろんな事業されてきたってことかなと思うんですけど、ちょっとそのあたりも含めて、ぜひ丸山さん、簡単なご自身の自己紹介だったり、住信 SBI ネット銀行さんの事業についても簡単に触れていただけますでしょうか。はい、改めまして、住信 SBI ネット銀行の丸山でございます。本日はお招きありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと私の経歴を簡単にご紹介しますと、私は平成元年に今の三菱 UFJ 銀行ですね。当時は東海銀行という都市銀行に入行しまして、11年間銀行員やってました。で、最後は企画をやってたんですけども、当時、皆さんも知ってる方もいらっしゃる、もうあまりいないかもしれないですけどね。バブルが弾けて、そして、銀行の、都市銀行の再編が起きたんですね。これが2000年頃から始まったんですけども、ちょうどその頃に僕も企画にいて、で、いろんな新しいビジネスを当時企画時代に考えたときに、もうそれどころじゃないと。会社をどんどん銀行同士が合併して、下手したら銀行が潰れるかもしれないという時期に僕は企画をやってました。なんですけど僕の役割というのは、海外の先進的な銀行や金融業を研究する部署にいたんですね。で、ずっとそういうのを研究してたんだけども、日本はそういう状況だから、とてもじゃないけど日本でイノベーションなんかできないと銀行ではと。と思ってた時に、インターネットという新しい波が来て、そしてソフトバンクが新しいインターネットファイナンスに参入するという発表があって、で、たまたまそのタイミングで、ある方から、丸山さんもソフトバンクで金融事業を一緒にやらないかって誘いがあって、それが全部のタイミングが揃ったので、このまま銀行にいるよりも、ソフトバンクに行って新しい金融事業をやった方が、自分の将来の成長につながるんじゃないかと思って、もう34歳の時ですね。34歳の時に、ソフトバンク、当時のソフトバンクファイナンスですね。に転職しました。ちょうど2000年です。インターネットがこれから伸びるぞっていうタイミングでしたね。で、そこから最初に E ローンという、アメリカの E ローンという、ベンチャー企業ですね。当時で今はフィンテックという言葉ですけども、当時はまだフィンテックという言葉はなかったんですけども、インターネットファイナンスのベンチャー企業とのジョイントベンチャーを日本で作り、その立ち上げに最初参画しました。で、それを、いくつかの会社と合併して2003年にまず1回目の IPO を行いました。その時僕は取締役だったんですけども、IPO し、その過程の中で、SBI モーゲージという、日本で初めてのモーゲージバンク。これは実は銀行時代に海外の金融業を研究した中で、世界で最大の住宅ローンを提供しているのは銀行ではなくて、
カントリーワイドというモーゲージバンクが提供しているということを知ったんですね。はい。なのでこれを日本でやりたいと。で、日本にはモーゲージバンクという制度もなければ、それに基づく法制度もないし、じゃあこれをインターネットで日本で初めてモーゲージバンクを作るというビジネスモデルをやったら面白いんじゃないかと思って作ったのは、これ2001年に作ったんですけども。ちなみにすみません、モーゲージということが全く知らなかったりもするんですけど、簡単に説明していただくとどんなものになりますか？モーゲージというのは、住宅ローン専門の金融機関で、銀行といえば普通は預金を集めて、それを貸し出す形で住宅ローンを貸すんですけども、モーゲージバンクは市場から調達をして住宅ローンを貸すんですね。もっと言えば先に住宅ローンを貸してから、市場でローンを売却して資金調達する逆の動きをするんですけども、ある意味、インベストメントバンカーとリテールバンカーを同時に行うのが実はモーゲージバンクというビジネスモデルで、非常に先進的なビジネスモデルなんですね。で、これは日本になかったので、これを日本でまずやろうと。っていうのをやりましたと。で、紆余曲折あって、その会社は、私は社長になって、自分で創業したんですけども、2012年に上場しましたと。その間にリーマンショックで会社が潰れそうになったことがありましたしね。何回も死にそうになりましたけども、なんとか生き残って IPO し、その間にも、実はたくさん会社を実は作ってました。同時に3社ぐらい会社を作ってたので、先ほど田中さんからね、起業家のイメージだっておっしゃっていただいたんですけども、僕も実は起業するためにソフトバンクに来たので、サラリーマンとしてソフトバンクに来たつもりは全くなくって、もっと言えば最初の3年でソフトバンクで、企業の経験ができれば、もう独立しようと思ってましたから。そうなんです。だからたくさん会社を作ってたんだけども、なかなか独立するよりも、SBI の中の方が、社会にインパクトのある大きなビジネスができるし、たくさん企業ができる。さっき連続企業家と言ってもらいましたけども、連続的にたくさん会社を作れるなと思ったので、結果、SBI に長くいたっていうだけですね。で、その後に、先ほど2012年に SBI モーゲージという会社が上場し、実は2014年に僕はその会社を MB をしようとしたんですね。で、本当にもう独立しようかなと思ってたんですけど、いろいろな、縁というか、株主の問題等もあり、会社は売却することになったんですけども、僕個人は、今の住信 SBI ネット銀行の社長に就任し、この銀行を IPO するというミッションで、またもう一度転身することになりました。どっちを選ぶかはその時はだいぶ悩んだんですけども、今となっては結果的に正しい選択だったと思ってますけども、住信 SBI ネット銀行の社長になって、これも2023年ですね、IPO しと。そういう意味では、私としては3回 IPO を経験し、社長としては2回。で、自分で作った会社は1回。で、雇われ経営者として IPO したのがこの住信 SBI ネット銀行という意味で、いろんなタイプの IPO をこれまで経験してきているということになりますね。ありがとうございます。外の人間からしても今の自己紹介聞くとものすごい経歴だなと思いますけど、田中さんはある意味一時的には同じ会社にといいますかグループの中にいらっしゃったこともあるかなと思うんですけど、当時田中さんからどう見えてたのかとかそういう話とかっていうのはいかがですか？本当に起業家で、本当に自分のやりたい事業をしっかり見つけて本質的なものを考えて、良くも悪くも周りの人の意見を聞きすぎず、本当突き進んでいく方っていうすごい印象があります。だから本当に SBI グループもいろんな役員から丸山は特別だというような話もたくさん聞いてましたし、本当にそんな感じでしたね。はい。あと、すごく僕の印象の若者を育てるのすごい上手い方だなというふうに思っていて、丸山さんの組織から何人も起業家が輩出されてるっていうのもあってですね。すごいグループの中で珍しい、結物だなっていうふうに、ちょっと僕は見てました。ありがとうございます。その理由だったり、当時どんなことを思われたのかっていうのもどんどん深掘り今日させていただきたいなとは思うんですけれども、なかなかそういった方が、いかにしてそういったマインドセットだったり、持ちになってくるのかってところを、かなりちょっと遡る形でも深掘りもさせていただきたいなと思っていて、それこそ、丸山さんのご家族とか幼少期ってどんな感じだったのかなみたいなところからもぜひ少しずつ聞いてみたいなって思ったりするんですけれども、生い立ちだったり幼少期だったりご記憶に残っていることとかそういったところ少しいただいてもいいですか？私は実は、とても田舎で育っているんですね。生まれは福井県の、あわら温泉の近くの小さな村なんですけども、いつもこれ言うと驚かれるんですが、同級生は6人しかいなかったですね。小学校。で、全校生徒でも49人しかいない、過疎地域で、今はもう実はもうその小学校はもうないです。というぐらい過疎地域で、
育ってました。で、実は実家は、お寺でありまして、浄土真宗のお寺でございまして、僕は23代目の住職だと言われてましたけども、お寺の家業はお寺をやってまして、僕も幼少期といいますか、大学生ぐらい、もっとかな、社会人になってからもしばらくは、お寺の仕事を手伝ってましたので、実は僕、得度してますから、お経をあげてお金をもらう、一応資格は持ってますけどそうなんですね。そういう、家庭で育ちましたね。そういった家系でいらっしゃって、丸山さんも将来お寺を継ぐっていうことも、幼少期のことはよく考えてらっしゃったりもしたってことですか？そうですね。子供の時はそうだろうなと思ってましたし、大人になってからも、継がなければいけないと思ってました。ただし、心の中ではずっと反抗心があって、お寺の仕事はしたくないってずっと思ってましたね。生意気な子供でしたね。学校では先生に間違いを常にしてきてましたし、そういう生意気な子供でしたので、やはりこういったお寺みたいな超保守的な業界っていうのは、自分にはすごく合ってないと思ってました。合ってないと思ってましたので、そうじゃない生き方をするためにどうしたらいいかはずっと考えてました。そのためにはやっぱり、勉強して、で、仕事で成功して、お寺をしなくても良いような、キャリア、人生を作らなきゃいけないなと思っていたので、当時からほとんどの、そういったお寺の家系の人たちは、みんな大体、お寺関係の大学に行くんですね。宗教大学ってやっぱりあって、でそこに行くのが普通で、僕は大学実は、神戸大学なんですけども、学力で、ちゃんとした大学に行って、っていう意味では、その近くの僕の住んでる地域のお寺の中では、初めてと言われてたんですけども、そこからすでに僕はアウトローだったんですけど、長いものには巻かれるんじゃなくて、自分の人生は自分で切り開きたいとずっとその頃から思ってましたね。ちなみにその頃っていうのはもう本当に小学生とか、それとももっと前とか、厳密にはいつぐらいからそういう精神って芽生えてきてそうだなとか、ないしは大きな出来事があってそれが芽生えるようになったのかとか、そういったのってありますか？いや、特に出来事ないですね。昔からそうだと思います。生まれた時からぐらいなんです。本当に生意気な子供でしたし、親の言うことや周りの大人の言うことを聞かない子供だったので、多分やんちゃな子供だったんだとよく言われます。全く違和感ないです、今の。納得感。そうじゃないとこうなってこない。じゃあ今結構ご家族だったり、生い立ちの部分をお伺いしましたけど、逆にじゃあ小学校、中学校、高校とか、いわゆる普通の学生だとじゃあ部活に熱中したりとか、この遊びにハマってましたとか、いろいろそういうのも聞いたりもするんですけど、丸山さんはそのあたりご記憶がある部分とか、ご自身を表すような、エピソードじゃないですけど、そういったものとかってあったりしますか？子供の時、小学生ぐらいまでは、大体5月から10月ぐらいまで長い期間はずっと毎日海に行って泳いでました。で、中学とか高校になるとやっぱり部活がありますから、でも部活もあまり僕長続きしないタイプで、昔から性格秋っぽいので、バレー、剣道、サッカーみたいな感じで1年ごとに部活を変えたりとか、いう感じで熱中するというよりは、熱しやすく冷めやすいタイプですね。これ多分僕の基本的な性格だと思います。何でもそう、秋っぽいんですよ。だからさっき言った連続起業家って言ってくれるのはいいイメージなんですけど、逆に言えば飽きるんですよ。同じことをずっとやっているのが飽きるタイプなので、常に何か新しいことをやってないと、なんか落ち着かないというか、多分それも変わってないと思います。ずっと子供の時から。何か一つに熱中するって、その瞬間熱中するんですけども、ある程度これでできたなと思うと、すぐ冷めちゃうんですね。で、次にやりたくなっちゃうんですね。チャレンジするのが好きだし、未知のこととか、経験したことがないことにチャレンジするのがとても好きな、子供の時もそうですし、多分今でもそうだと思います。新しいことを始めるにあたって、ご自身の仮説が一定手応えを得て立証できたぞって感覚になるともう、それこそゲームクリアじゃないですけども、次に行くみたいな話なのか、そのアドレナリンなのか、その連続してチャレンジする、理由というか背景ってもう一段どんなところにございますか？今は仕事で言うと、多くの人が不可能だと思うけども、自分だけは絶対に成功できるっていうスイートスポットを見つけるってことをずっと実はこの30年間意識してるんですね。で、子供の時は別にそこまでは思ってないですけども、自分なりの成功の方程式があって、で、それをクリアした瞬間に
あ、じゃあまた次に行こうって思うタイプだと思いますから、さっきおっしゃっていただいたようなゲームをクリアする感覚なんでしょうね。多分。何か物事の課題を見つけて、でも多くの人は簡単じゃないと思うけども、自分だったらこれは簡単にこうやればできるっていうものがあると、それやっぱり試して、で、結果を出したら、またじゃあ次をって思うタイプだと思います。ちなみにその時っていうのは、周りの方はできないだろうとか難しいだろうと思われて、丸山さんはできるって思われてると思うんですけど、そのできるの度合いじゃないですけど、丸山さんとしてもチャレンジングな感覚なのか、いや、できるでしょみたいな感じで思われてるのかでいくと、どの温度感ってどんな感じなんですか？半々でしょうね。何でもそうですけども、プランできた段階で半分は成功だと思ってはいるんですけど、ただ何でもそうですけども、実行するのがやっぱり難しいので、実行も伴って成功するかどうかはやっぱりやってみないかわからないので、やっぱり半々だといつも思ってますね。毎回半々だと思ってますよ。ただ正しくやれば絶対できると思ってますから、正しくプランニングをして正しく実行するという、その、計画を立てることと実行するプロセスはすごく重視してますね。で、結果はついてくると思ってますから。ありがとうございます。このあたりちょっとまた、事業の立ち上げのね、連続の話の中でももっと聞きたいなと思います。そして、大学は、神戸大学に入られて、経営学部。そうですね。はい。それはどういった選択だったんですか？これははっきり言うと、はい。偏差値社会なので、共通一致という当時ね、今でいうセンター試験みたいなのもあって、で、自分が行ける中で一番いい大学に行こうって言ったら結局そこになったってことなので、そこはあまり、こだわりがあったわけじゃないですね。それこそじゃあ東京に出てくるとか、そういう考えとかはあられなかったですか？そうですね。東京は一応、滑り止めで私立の大学は受けましたけども、やっぱ関西とは思ってましたね、なぜか。関西の方がやっぱり自分の、さっき言った学歴のレベルに対して、ちょうど合う大学がやっぱ多かったんですね。東京よりも関西だったっていうだけだと思います。で、ここでちょっと一つ大きな、その1年前に大きなイベントがあって、実は僕高校3年生の時に受験1回失敗したんですね。僕1年浪人してます。で、浪人した理由はもちろんね、勉強が足りなかったってことがあるんですけども、試験の1週間前に突然視力が、0.01 以下になったんですね。0.01? それまで 1.5 まで、普通に 1.5、両目 1.5 だったのが、両目とも 0.1 を切るぐらいに急に下がったんです。で、これはずっと原因がわからずに試験を受けてたんですけど、当然見えないので、問題用紙が見えないから解けないから試験落ちるみたいなのは、一回経験したので、それだけは理由じゃないですけども、やはりすごく挫折を経験しますと。で、それは結果的には、円錐角膜という難病で、突然目が、角膜が円錐形に尖って、視力が出なくなるっていう病気で、だからそれはもうハードコンタクトで押さえつける以外は視力を矯正する方法はないという病気なので、当時その診断もできなかったので、今はそれで抑えてますけども、基本的に視力はないですと。見えないですと。今でもそうなんですけど、見えないですと。っていう中で、結果、1日数時間しか、当時は10時間でしたけども、10時間しか、目が開けてられないっていう状態だったんですね。だから限られた時間で成果を上げるっていうことをしなきゃいけないと。ここでまた一つスイッチが入って、先ほどの話とちょっと戻るんですけども、多くの人が不可能だと思ってるけど、自分だけは成功できるというスイートスポットを見つけるっていうのを強烈に意識し始めたのがその頃ですね。これが一番大きなきっかけです。要は人と違うことをやらなければ、自分は絶対に受験競争にも勝てないし、当然社会に出ても勝てない。だから人と違うことをしなきゃいけない。人と違う方法で勝つ方法を見つけるってことを強烈に意識しだしたのはその頃ですね。もともとそういう性格であったんですけど、それが一番大きな多分転機です。納得感がありますね。いや、すごい。それ、ちなみにその、転機が訪れて、無事に1年浪人をした上で神戸大学に入られたと思うんですけど、そうすると大学時代はどんなことをされるんですか？いや、もう大学が一応ゴールだったので、その時はね、もう、そこからバブルに入る、ちょうど日本経済が絶頂期を迎える時期だったので、普通に遊んでました。普通に遊んでましたね。そういうエピソードもあって少し。普通に遊んでました。もう、そこまで頑張ったから、もう一旦とりあえず休もうって感じでしたね。だからモラトリアムな4年間でしたね。もう4年間丸々。4年間丸々遊んでました。いわゆるじゃあ、その就職活動はそれで入れるものなんですね。もう、
当時ははいバブルだったので、えOB からのお声掛かりがすごく多いので、普通に内定が別にそんなに努力しなくても、みんな10個ぐらいもらえるんですようね。んで僕もそんなに活動してなかったんですけども、普通に5つ6つもらえてたので、就職活動をちゃんとしたって記憶はないです。じゃあもしかしたら本当に銀行側としても、特に丸山さんはこの人優秀だから引っ張り上げようというよりかは、いっぱいいられる内定者の中の一人。たくさん、もううちの大学だけでも、神戸大学だけでも、十数人その銀行にいましたし、都市銀行だけだともう、どうでしょう。当時学部が300人近くいましたけども、経営学部。そのうちの3分の2は金融に行ってましたから、もう200人ぐらいがもう金融でしたから、都市銀行や保険会社や、証券会社っていうところに大量に行ってましたから、もうほとんど金融にみんな行くみたいな感じでしたね。ちなみにそれをじゃあみんながその道に行くから丸山さんはじゃあ別のところに行こうって、そこではさっきの思考法とかは発揮されず、どちらかというと中で違う動きをしようみたいになったってことですか？いや、そういう意味ではバブルになって学生時代4年間モラトリウムで遊んじゃったので、もうそういった意識が一瞬なくなってましたね、その頃は。だから社会に出るまではほとんど忘れてました。その考えを。それいつぐらいから取り戻していくんですか？銀行に入って、やっぱり自分って仕事できないなって思ったのと。できないですか？できない。僕銀行員としては、おそらく落第生だと思いますね。仕事が本当にできない銀行員でしたから。でさっき言った、目の制限は当然あったので、1日やはり10時間とかね、それぐらいしか目を開けてられないので、でも当時の銀行って、長時間労働って最も僕に合わない仕事だったんですよ。だからもう、泣きながら仕事してましたね。目が痛いから。別に辛いからじゃなくてね、単純に目が痛くて、開けてらんないから泣きながら仕事してるっていうのがもう、最初の銀行員時代だったので、もうこんなの絶対仕事なんかできるようにならないわって思ってました。と思うぐらい、もはや半ば諦めてるような感情に聞こえますけど。それがもう最初の2年、3年ぐらいそんな感じでしたね。そこからでも変わっていくんですか？そうですね。変わった原因は何かっていうと、これも別に強烈な理由があったわけじゃないんですけども、たまたま出会った上司がとても素敵な人だったんですね。当時からやっぱ僕変わってたので、変わったことするのは得意でしたね。人と同じことはすごく苦手で、銀行員としてはいまいちだったけども、新しい新規の法人を獲得するだとか、今までうまくいってない法人との関係を良くして売り上げを上げるとかっていうのは実は得意で、さっきの話、やっぱり元の話に戻りますけど、多くの人が不可能だと思ってるけども僕ができるってことを見つけるのはやっぱり得意だったんですよ。だから結果的に成功することがあった、いくつか。それをちゃんと評価してくれる上司にたまたま出会ったのが3年目でしたね。その時の上司が言ってくれたのは、やっぱ仕事は楽しくなきゃいけないから、自分の得意なことだけをやりなさいって言ってくれたんですよ。で、そうだなと思って、今までは苦手なことがいっぱいだって銀行員としてはダメだから、人と同じぐらいにならなきゃいけないと思って無理して頑張ったと。それやっぱりやめたんですね。やめたら結果がより出やすくなった。自分の得意なことだけに集中して、苦手なことは周りに頼るってことを普通にできるようになって、みんなと同じ競争をしないって決めたら、やっぱりうまくいき始めましたね。結局。いや本当になかなか多分銀行員で周りの方と違う動きをするって結構リスクというかね、評価のされ方、見られ方あると思いますけど、本当に上司に恵まれたというか、そこで本当に丸山さんの強みもガチッとはまって成果も出始めたってことなんですね。そうですね。ただやっぱり多くの、周りの人たちからは、やっぱり言われますよね。あいつはアホだなとかね。バカじゃないのとかね。やっぱりアホだバカだっていうのは結構言われてましたね。もうそれは気にならないようになって。それを気にしなくなったのが良かったですね。そうしないとやっぱり勝ち残れなかったですね。銀行時代は。いわゆるその企画部に異動になられるっていうのも多分それもそんなに簡単なルートじゃなかったりされるわけですか？そうですね。僕は別にそんなにそういう意味では、優秀ではなかったですし、ただ一部法人の新規だとか、特定の分野については結構評価が高かった。地域ではナンバーワンだったりもしたので、そういうのもあって多分、企画部に推薦してもらえたんだと思いますけれども、その時の人事はどういう意図でそうしたんでしょうね。ただ、
仕事はできなかったんですけども、銀行に入った1年目からいつも人事部には文句ばっかり言ってました。銀行のこの戦略はおかしいとか、人事制度はおかしいとか、インセンティブの付け方もおかしいとかね。お客にとって正しいことをやってないとか、青臭いことをずっと言ってましたから。で、それは上司にも普通に言ってましたし、多分変わったやつだとは思われてたんですよね。で、いつも人事に言ったのは、だから、僕を企画にしろっていつも言ってました。しろとまでもうセットで。銀行を変えたいから企画にしろ。っては言ってました。なるかどうかは別としてね。仕事もできないくせにずっと言ってました。でもただ単に不平不満を述べるというよりかは、ちゃんと構造が欲しいぞとシステムが欲しいぞって話をちゃんと言い続けてってことであったんですね。自分としてのプランとかね、ビジョンがあったので、こうした方がいいっていつも言ってたので。で社内でそれ言っても誰も聞いてくれないし、いつも上司に言われてたのは、そんなにお前が正しいって言うんだったら、早く偉くなって俺に命令しろっていう上司がいて、それもそうだなと思いました。だから早く出世しなきゃなと思ってましたし、それがさっきの話と少し絡んできて、やっぱり自分の得意なことに集中して成果を上げて、早く出世をして、で、企画に行ったり偉くなって銀行を変える。っていうのが、やっぱり王道っていうかね、そうしなきゃダメなんだろうなとは思ってましたね。そこまで来ると、じゃあそのままどんな波があっても、当時の東海銀行さんで上り詰めていくっていうキャリアプランもあられたと思うんですけど、やっぱでもそれをも覆すインターネットの波だったんですか？インターネットの波がそこまでとは実は思ってなくて、そうなんですか？どちらかというと銀行が本当に大変な冬の時代に入るという方が大きかったですね。結局、不良債権のがものすごく膨らんで、単独では生きていけるかどうかもわからないと。これから合併しなきゃいけないと。都市銀行の大合併が始まると。そうすると、偉くなるというよりも、そもそもポジションがなくなってきますよね。普通に考えたら。合併になったら自分のキャリアってもう今までと同じような考えでは多分いけなくって、また新しい、組織体制の中で、多分人事制度も変わっていくでしょうし、ポストもおそらく減っていくでしょうし、そういうチャンスはますますなくなってきますよね。そういう意味では自分の人生を自分でコントロールできなくなってきたってことですね。どこまで頑張っても自分の思い通りになるというか、自分が期待する結果になる絵が描けなかったんですね。当時の上司にも同じことを言いましたし、当時の上司に、ソフトバンクに転職するって言ったときに、企画部で転職したのは僕は初めてだったんですね。東海銀行の企画部で転職、当時は第1号だったんですけども、みんなに100人中99人が反対してましたし、そんなに転職したいんだった、IT やりたいんだったら、NTT を紹介してやるっていう上司に言われたぐらい、ソフトバンク今までこんなこと言ってあれですけど、ソフトバンクは当時はまだ店頭公開したばかりで、もうどうなるかわからないって言ったような状況だったので、銀行の人たちからすると、そんなに IT だったら NTT だろ、いくらでも紹介してやるぞって逆にそっちを入れましたよね。今は NTT グループになりましたけど、結果。でもやっぱ当時のソフトバンク、それはソフトバンクで、イーロン、その金融を掛け合わせて相手をやることは決まっていて、そこで入られたってことですか？そうです。なので別に僕は IT の会社のソフトバンクに入るつもりはなくて、単にイーロンというジョイントベンチャーを立ち上げるタイミングで、そのファーストメンバーで入れるから僕は転職したんですね。まさに企業の経験をしたかった。だから自分の人生を自分でコントロールするためには、自分でやっぱり経営するしかないと。でも僕にはその経営のノウハウも経験も何もないと。で、一から独立して成功する自信も当然何もないと。今みたいに、ベンチャーが当たり前の時代でもないですし、ベンチャーキャピタルももうほぼなかった。誰も支援してくれない中で、どうやってじゃあベンチャーをやるんだっていうのも全く当時ベンチャーという言葉すらほとんどなかったんですね。ということを考えると、当時はやっぱりベンチャーらしくて有名だったのはソフトバンクぐらいで、ソフトバンクに行って経験積むしかないな。どっちかそっちだったんですね。だから IT 企業に入るというよりは、企業の経験をするためにはソフトバンクが最高だった。それがたまたまイーロンというアメリカのジョイントベンチャーの立ち上げに参画するタイミングに巡り合えたから。多分そうじゃなかったら、多分転職しなかったんですよね。別に転職しなくても、銀行の中ではそれなりに出世はしてたので、無理に転職する理由はなかった。それのチャンスがなければ多分なかったでしょうね。そのイーロン参画直後というのは、ソフトバンク側も、ないし丸山さんも、
誰もまあ答えもわからなければ成功法なんて誰も知らないじゃないですか。そのカオスな中でどういうふうに立ち回って結果的に事業を立ち上げていらっしゃったのかってところも教えてもらえますか？はい。転職して入って1ヶ月2ヶ月かな。当時僕を誘ってくれた当時の社長がいなくなり、で、ナンバー2が3ヶ月後にいなくなり、みんないなくなりました。いや、これがベンチャーだと思うんですね。自分を誘ってくれた役員たちが全員いなくなって、結果僕が一番上になっちゃったんですよ。で、あと、社長は別に、本体から来ましたけども、実質僕が事業責任者で、全部、3ヶ月後に全部自分一人で回さなきゃいけなくなって。3ヶ月ですか？これはすごい経験でしたね。なかなかすごい、これがベンチャーなんだと思いましたね。もっと言うと、転職する前に、当時のイーロンについては、金融庁から業法違反だって言われてるっていう情報が出回っていて、転職する2日前か3日前に、銀行の同僚たちから、なんかお前の会社業法違反って言われてるから、やばいぞって言われて転職しましたから。もう最初から、もう初日から弁護士事務所に行ってましたからね。どうやってこれを覆すかっていうところから。結果的に大丈夫だったんですけども、本当にベンチャーの、なんていうか、洗礼を浴びたのが初日からでしたね。もうでも大海原に飛び込んで入ってみたらもうそんな状況で、いわゆるちょっとメンタル的にぐらつくとかそういうのもなく、もう果敢にやり遂げられたものなんですか？そうですね。当時はものすごく忙しかったので、もう朝から晩までじゃなくて、あんまり寝てなかったんですね、多分ね。で、土日もやっぱり仕事のことが当然、今でもそうですが、頭が働いてなかったので、メンタルがどうこうっていうよりも、ここを乗り越えないとやばいな、みたいなね。どっちかそっちでしたね。あんまり、そういう意味で自分がもう責任者になっちゃってたので、逃げることもできないしね。あの経験は最初からそれだったからよかったかもしれないですね。もしその時に自分が何の責任もない立場だったら、バイト辞めたかもしれないですね。こんな危ない会社大丈夫そしてじゃあその最初の事業はどれぐらいのタイミングで区切りをつけて次のチャレンジに連続して事業を立ち上げていらっしゃると思うんですけど、このあたりもちょっと事実的なベースも含めてもう少し教えてもらってもいいですか、順繰りに。はい。2000年の2月から実はソフトファイナンスに入ってイーロンの立ち上げをやりました。で、同時並行で、2001年かな。翌年にはさっき言った SBI モーゲージというモーゲージバンクを実はその前年の11月くらいから立ち上げ準備に入って、5月に立ち上げちゃいました。なので、そんな大変な状況にもかかわらず、もう一個会社作ってました。パラレルなんですね。パラレルでしたね。完全パラレル。イーロンの立ち上げをやりながら、半年後にはもう並行して立ち上げやりましたね。もうなんかよくわかんないくらい。そうですね。アイディアもあったし、あと、たまたまそういうご縁のもあって、一緒にやってくれる仲間も見つかり、パートナー企業も見つかり、なんかこれやるしかないなみたいな、こんなチャンスないなと思ったので、結局大変だったけども、もう一個同時にやることにしました。それはなんか例えば、いわゆる起案だけして仲間集めてその人にやってもらうとかでもなく、もう両方丸山さんがやるっていうのそうですね。起案もし、自分も実行もし、両方同時並行でやってましたね。普通に考えたらやれそうな感じはしないですけども、やるしかないからやるって感じなんですね。やりたいからですね。やりたいから。もうその頃には、イーロンも立ち上がって、もう黒軸が見えてきていて、実は立ち上がって半年ぐらいでもう黒軸が見えてきたので、いけちゃったなみたいな感じで、いけるじゃんみたいな。当時立ち上げてから1年で黒字にしろっていう、なんかものすごい、いきなりミッションがあって、最初は3年でいいって言ったら突然途中から1年で黒字にしろって言い出したから、やばいなと思いましたけど、なんか頑張ったらできちゃったので、ちょっと余裕もあったし、だったら、もう一個ぐらいいいんじゃないのみたいな、なんか、そういう感じでしたね。で、これも僕の持論ですけども、チャンスの女神は前髪しかないんですよ。どういうことですか？いや、チャンスだと思った瞬間、掴まないと、前髪しかないので逃げてっちゃったら後ろ髪ないから、横髪もないので掴めないんですよ。だから迷ってる暇ないから、チャンスって思った瞬間に掴むっていうのはもうずっと決めてました。一瞬も躊躇しない。なんかいわゆるそういう時で、なんかそれはすごくわかるし、僕も対戦してるものであるんですけど、でも、いわゆるもっといい前髪あるかもしれないとか思っちゃったりはしないんですか？
や、僕全部取るわ。はあ、それはやっぱり5個でも10個でも前髪が見つかったら全部掴むっていうのが僕のモットーですね。は一つも逃がす気ない。一つも誰にもやる気ないって感じですね。あ。全部自分が掴む。自分が掴まなかったら絶対誰かがやるって思ってるから。結局このチャンスを僕が見過ごしたら、逃したら、誰かがやる。誰かにやって成功されるのがやっぱり悔しいから、とりあえず全部自分が掴んでやってみる。で、ダメだったらやめればいいだけなので。やめるのは簡単なので。僕会社たくさん潰してますよ。そうなんですね。自分で作った会社1年で潰したのに2社、3社くらいあるかな。まあそれ、銀行来てもそうですけども、買って買収して、3年4年でやっぱり売却したりとか、まあ全部エグジットして結果は儲かってますけども、やっぱまずやる。で、ダメだったら、閉じる、売る。というのは普通にやってますね。1年っていうのは最近やらないですけど、最初の頃は同時に3社4社立ち上げてたので、さすがにもう持ちきれなくなってたので、ちょっともうこれすぐ無理だなと思ったら1年ぐらいでやめてました。そうやって売却されたのが3社ぐらいあられて、逆に立ち上げた個数成功されてるというか、立ち上げた個数でいくと結局何個ぐらいあられることなんですかね。多分10ぐらいじゃないですか。そんなにあるんですね。買収、そうですね。立ち上げたのは10個ぐらいですかね。で、買ったのも含めたら20ぐらいで、辞めたのは2つ。あとは、存続してる会社もあれば、売った会社もありますし、それは、これ僕決めてることがあって、自分のリソースが一番貴重だと。だから自分のリソースを無駄にしない。だから、無理だと思ったら辞めるし、売るし、手放す。で、それはもう一つあって、自分がうまくいかないとか、あんまりもうこれダメだなとか、やりたくないなと思ってることに、優秀な社員を巻き込みたくないんですよ。それは社員に対して失礼だと思うから、ダメだと思ったらさっさと辞める。これは社員に対する責任でもあると思ってます。だから辞めることに対しては躊躇ないですね。全く。自身のリソースも貴重だし、その自分がやらないぐらいの事業を大切な後輩たちというか、にやらせるのもまた違う。自分が巻き込んだ社員たちに対して失礼だなと思う。それよりももっと面白いのあるから、こっちを一緒にやろうぜっていう方が全然前向きじゃないですか。その常に新しい探索はされ続けてるんですね。常に何かあるので。ここまでの打率しかり、スタートアップと当時の丸山さんとってゲームは違うかなと思ったりするんですけど、田中さんから見られるとどうですか、ここまでの話と。いやでも、改めて、私はね、2007年以降の丸山さんしか知らないんですけど、思ってた不思議な点とか違和感が、だんだん答え合わせができてる感じがして、もうすごい楽しく聞いてました。じゃぼちぼちあれですかね、田中さんが入られた頃の話も出てきたりもするんですかね。厳密にはどういうタイミングでしたっけ？僕は SBI グループ入った2007年なので、だから SBI モーゲージが一定の組織に多分なったぐらいですかね。で、僕の同期とかが何人も丸山さんに吸い寄せられて入っていって途中から幹部になってって、最初の頃って SBI って中途採用ばっかりだったので、新卒採用やってなかったんですね。田中さんの時が多分2期生。そうですね。だから、その前の年の1期生ぐらいから僕らも新卒が配属されるようになってきたので、それまではもう自分たちのことで精一杯で、若手を育てるなんてとてもじゃないけど、ただ2006年、7年ぐらいからは、もう若手が入っても育てられるぐらいの組織にはなってましたね。じゃあそこからじゃあ2007年で、なんで、今からでもあと20年近く分あるわけですけれども、その中でどこをピックアップしていきましょうかね。特にこの事業は肝入りだったとか、逆に大きな失敗したとかでもいいんですけど、どこでお話しされると良さそうですかね。田中さんとは仕事って直接は一回もないですよね。そうですね。多分一回もないけども、彼は結構新卒の中では有名人だったので、よく名前も聞くし、よく会議でも会ってました。若いのに頑張ってるなっていうのと、もう一つは、こんな若いのに任せて大丈夫なのかって。でも、新卒の2年目ぐらいからで社長やってましたからね。そうなんですそうなんですよ。こんな若いやつに社長やらせて大丈夫なのかと思って、っていうぐらい SBI はなかなか、アグレッシブというかね、若手に抜擢して任せる会社だったので、それはすごくいいなと思ってました。だから僕も同じようにやってましたし、もっと言えば、僕が、
SBI の北尾社長からたくさんチャンスをもらって、いっぱい僕も失敗もしてるけども、それでも何度も何度もチャンスをくれる人だったので、同じことをやっぱり若い人にも含めて、みんなに同じチャンスをあげたいんですよね。常に僕も、ギブばっかりされてもね、テイクしないとと。でも北尾さんに返す必要ないので、もっと若い人たちに返さないと。と思って、若い人たちをどんどん抜擢して、チャンスを与えて、そういう意味で、その人たちの中から何人か、起業家になる人が生まれてきたのも、良かったなと。そういうふうに僕もチャンスを与えてきた。そうするために。なんか起業家であり、なんか投資家の思考でもありみたいな感じですね。やっぱり自分がしてもらって嬉しかったなと思うことを、やっぱりみんなにしてあげたいんですよね。それが自分の一番最初の銀行自体は、残念ながらそうではなかったので、やっぱりせっかくソフトバンクみたいな会社でベンチャーにいるんだったら、理想的な会社にしたいな。そういう意味で SBI っていうのはかなり理想に近い会社グループではあったと思いますね。じゃあネット銀行、そっか。じゃあその何年ぐらいになるかでしたっけ？ 2014年でしたっけ？ネット銀行の社長になったのは2014年ですね。そうか、2014年。先ほど言った SBI モーゲージは2001年に創業し、2012年に韓国のコスピという市場に上場して、これ日本で初めてコスピ上場だったんですけど、上場して、2014年に銀行に来たということなんですけども、もうその間にもリーマンショックがあって、潰れそうになった経験もしながら、なんとか上場にこぎつけたっていうのは一つ、自分としては、達成感もありましたし、やり遂げた感はありましたと。で、株価も、幸いね、東日本震災の直後だったので、住宅のビジネスなんて本当に大丈夫なのかって散々投資家に言われながら、最低の株価からスタートして、2年で4倍になってエグジットできたので、結果うまくいったなと思ってます。全ての投資家がハッピーになったと思いますと。で、それを、そうは言っても韓国に上場していたので、やっぱり国内で上場したいと思ってたんですね。でも SBI グループに行くとなかなか国内の親子上場って当時はとっても厳しかったので、難しいという中で、いろんな、プライベートエクイティのファンドとかでも話をしながら、スピンオフして、SBI から独立して MBO した方がいいんじゃないかって話がいくつかあって、で、実際それが、うまくいきそうだったので、MBO して国内でもう一回再上場するっていう、トライをしようと思ってたんです。実はその2013年から14年の頭までは。突然、SBI グループの様々な事情の中で、住信 SBI ネット銀行の社長を、私にやってくれないかっていうオファーが来まして、当時は北尾には3回断りましたけど、3回断りましたけど、もしこの MBO としてのね、SBI モーゲージが SBI から独立して国内で再度 IPO できるってことが一つできる前提で、僕が銀行に行ってもなんとかなるということであれば、最後はこれは運というか運命かなと割り切ろうと思って、結果すべての環境が整ってすべてがうまくいってしまったので、僕としては100% ホイかというとそうではないんですけども、この銀行の社長を受けることにしたということですね。それも一応この銀行を上場させるっていうミッションがあったので、IPO することについては個人的にはすごく得意だと思ってます。会社をゼロから1を立ち上げるのもすごく得意ですけども、01のアイデアを出して成功させるのも得意ですけども、IPO するのも実はすごく得意なので、自分が作った会社じゃないけども、引き継いだ会社をプロ経営者として IPO させるっていうのは、一つのキャリアにもなるし、本当にやりたい仕事じゃないかもしれないけども、自分のキャリアパスの一つとして、これはやってもいいかなと思って、受けました。3年ぐらいで IPO できると思ったんですけど、9年ぐらいかかりましたね。とっても大変でした。とっても大変でしたね。込められない、すごい時間がありますよね。ここに語られてない部分も含めて。住信 SBI ネット銀行に関して言うと、ネオバンクがね、やっぱ上場時のエクイティストーリーでもだいぶ重要な話になってたかなと思ってますし、あと丸山さんがすごい力を入れてらっしゃったの、すごい印象的だったんですよ。結構銀行員じゃない人をどんどん幹部として招聘されてって、
銀行らしくない経営をされてたっていうふうに僕はちょっと傍目から見て思ってたんですけど、なんかそのネオバンク構想の発端とか、このなんかこううまくいかせるためのこう試行錯誤みたいなところ、少し教えてもらえますか？もともと SBI モーゲージという、日本で初めてのモーゲージバンクも、アメリカのビジネスモデルを日本に持ってきてそのまま成功したかっていうと、そうではないんですよ、実は。全く違うビジネスモデルになりました、結果的には。もう法律も違いますし、国としての環境、それから国民性も違う。から結局、イーロンもそうだったんですけど、海外で成功しているものを日本で持ってきたら必ず成功するかっていうとそうじゃないんですよ。やっぱり日本流にやっぱりローカライズする必要があって、そこにやっぱりユニークネスが生まれると思っていまして、で、さっきのイーロンについて言うと、アメリカはオンラインモーゲージブローカーとして、立ち上げた会社です。で、結果その会社はダメになりましたけども、日本では、比較サイトとしての広告事業としてのイーロンの事業として成功しました。それなりに。で、SBI モーゲージについても、モーゲージバンクというビジネスモデルではあるんだけども、証券化を前提したビジネスモデルと全然環境が違うので、単純ではなかったです。で、日本はほとんどが銀行が住宅ローンを売るのが当たり前で、モーゲージバンクやモーゲージブローカーという第三者が住宅ローンを売るという土壌は日本にはなかったんです。これを作り上げなきゃいけなかったので、どうしたかというと、すでに保険業界で成功している代店というビジネスモデルがあるので、じゃあ銀行も同じように代店でやればいいじゃないかということで、貸金業の代店というビジネスモデルを作り上げて、全国にフランチャイズ展開を200店舗やったんですね。実はこれで、日本一になったんです。で、その時に考えたのは、すべて代店は、素人の保険代店や携帯ショップ屋さんや、普通の人たちを代店しました。要は、住宅ローンって銀行員がやらなきゃいけないっていうものを、いや、銀行員じゃなくても別にこんなのできるんじゃないっていう発想で、仕組み化したってことですね。セブンイレブンがコンビニエンスストアとして、フランチャイズ展開して成功してるですよと。働いてる人たちはほとんどアルバイトの人たちですよと。住宅ローンもそれでいけるんじゃないと思ってます。さすがにアルバイトとまではいかなかったけども、でも銀行員でやる必要はないと。この仮説はその通り成功しました。で、同じことを銀行に来たので、同じことをやろうと思っただけですね。で銀行も同じように銀行代理業という仕組みを使って、フランチャイズの代理店展開してます。だから銀行員じゃないです、みんな。銀行なのに、お店で働いてる人たちは銀行員じゃないです。もう代理店の人たち。携帯キャリアの人だったりとか、保険代理店の人たちだったりとかね。ということをまずやってましたと。で、先ほど、田中さんが話し合ったネオバンク。これは、偶然ではあったんだけども、もともと当時、2012年ぐらいから、アメリカではフィンテックという言葉が出てきていて、日本でもそろそろフィンテックが、2014年、15年かな、2015年の日経の朝刊に、フィンテック元年っていう言葉が出たんですよ。いよいよフィンテックが日本にも来るのか。で、そのタイミングで僕はこの銀行の社長になったと。これはなんか意味があるなと思ったので、ここからは絶対フィンテックなんだと。単なるネット銀行じゃないんだと。ネット銀行っていうのは2000年から、ジャパンネット銀行、今のペイペイ銀行がスタートして、この銀行は2007年にできてましたけども、僕が社長だった2010年、もうだいぶ経ってます。もうネット銀行が日本に登場してから14年も経ってる。経ってるけども全然進化してない。それで僕は銀行に行くの嫌だった理由の一つなんですけど、銀行大嫌いで辞めてきたのにまた銀行やるのかと思ったのもあるし、当時見てたネット銀行なんて、単にリアルでやってることをネットという媒体でやってるだけでしょ。何にも進化してないと思ってたと。そんな銀行の経営なんかしたくないと思ってました。だから、受けるからには、もう改革したい、変えたいと思ってましたと。その答えが何か分かってなかったんだけども、フィンテックだなと当時、それでピンときたので、これからはテクノロジーに集中投資だと。ネットじゃないと。モバイルであり、クラウドであり、オープン API であり、AI であり、ブロックチェーンっていうこの5つのテクノロジーに集中的に投資すれば勝てるかもと思ったので、2015年からこの5つに集中投資始めたんですよ。まだフィンテックという言葉がまだ一般的じゃなくて、当時、なんでそんなのに投資するんだってみんな言われてます。そうですよね。それは儲かるなんて誰も思ってない。実は世界で初めてネオバンクという事業を作った、ブレッドキングって人がいるんですけど、これ、ムーブンっていう会社なんですけど、これ大赤字で結局潰れたんですけども、
アメリカではネット銀行すべて失敗してます。うん。今でこそアジアで成功している銀行いくつかあるし、ヨーロッパでも成功している銀行いくつか出始めてるけども、当時はネット銀行で成功しているのって全然なかったんですよ。で、テクノロジーで成功する銀行なんて世の中にないって言われたんですね。で、オープン API であろうが何であろうがモバイルであろうが成功する理由がない。僕もそう思ってました。うん。ただ、テクノロジーの可能性は絶対あると。うん。それは歴史が示していると。うん。電話が発明されたり、自動車が発明されたり、インターネットが発明されたり、LINE が発明されたり、新たなテクノロジーによって、マーケットが作り変えられたり、競争関係が変わったりするってことは、たくさん起きているので、テクノロジーで変化が起こる。ただ、どういう変化が起こるかは誰もわからない。うん。その成功の方程式までは分かってないけども、変化が起きる。だったらその波に乗らなければいけないと。絶対にと。だから最初乗ろうと思ったと。で、ネオバンクは単に偶然ひらめいたんですよ。今言った5つのテクノロジーに集中して投資した結果、たまたま2018年、17年だったかな。日本航空さんが、たまたま、プリペイドカード、多通貨プリペイドカードという海外で、エクスチェンジが簡単にできる便利なプリペイドカードを作りたいからパートナーを探してるって話があって、20社以上の金融機関にオファーを出してたんです。その中の一つに僕らにも、たまたまホームページから日本航空さんから相談があるんですって来たんですよ。でも日本航空さんだよなと。これ断るのもったいないよねと。なんかないかなって思った時に、そういえばオープン API 僕ら結構投資してきて API でつなげられるね。で、モバイルも結構うまくやってるし、クラウドもちゃんとやってるから、このインフラ、AI もちゃんとやってるので、このインフラを使って日本航空さんとなんかできないかなと思った時に、さっきのムーブンとか海外で失敗しているネオバンクのことを調べた時に、なんで彼らは失敗したんだろうと。それをよく考えてみたら、結局彼らはテクノロジーだけで成功しようと思ったからと。彼らが失敗した理由はたった一つと。マーケティングコストに勝てなかった。顧客獲得コストが高すぎて投資を回収できなかった。しかも、ほとんどは決済だけとか預金だけっていうモノラインのビジネスだったので、モノラインだと収益性がとても限られていて、かつマーケティングコストが高すぎるので、どう考えてもマーケティングコストに対してモノラインの収益構造が悪すぎて、常に赤字の状態だったんです。待てよと。日本航空さんと組めば、顧客獲得コストはゼロだよねと。しかも儲からない決済とか預金だけだったら、当時マイナス金利だったんでね。預金集めても口座集めても儲からないので、これだけじゃ多分ダメだよねと。じゃあ住宅ローンだとか為替だとか、あらゆるサービスをフルバンクで提供したら、モノラインと違って収益性は一気に高まるよねと。獲得コストがゼロで収益減の対応化ができれば、これは投資を回収できるんじゃないって思ったのが実はネオバンクの発想なんです。なので当時、日本航空さんには、プリペイドカードを一緒に協力するのは構わないけども、ネオバンクを一緒にやってくれって言ったんです。こういうアイデアがあるから、これを一緒にやってくれるんだったら、僕らは協力するって言って、結果コンペで僕らはそのアイデアで勝ったんです。当時ネオバンクなんて言葉もなかったし、ネオバンクのフルバンキングで API を使って銀行サービスを提供するなんてアイデアはどこにもなかった。でその時のコンセプトが、あらゆる産業を銀行業に変える。昔30年前にビル・ゲイツが言った、銀行という機能が必要だけども、今ある銀行は必要ないって彼は30年前にそう予言したんですね。それがなんとなく頭に残っていて、それさっき言ったブレッド・キングが2012年に書いたバンク 3.0 という本の一節に書いてあった言葉で、なるほどなと思ったのが、それが全部繋がった瞬間なんですよ。全部繋がったと。これがビル・ゲイツが言ってたことだと。もう銀行なんて特別じゃないと。銀行のインフラを開放して、あらゆる産業を銀行業に変えてしまえば、世の中はもっと良くなるし、顧客にメリットが大きくなるし、収益が多分確保できるようになるはずだと。銀行は究極のインフラ産業になればいいと。自分たちのブランドで顧客を集めるのをやめるって決めたんですよ。これがネオバンクの発想で、結果、第1号の日本航空さんがうまくローンチして、苦労しましたけどね。これが
きっかけになって、多くの企業も30社以上の企業と今ネオバンクやってますけども、日本航空さんのような大企業が我々のインフラを使って銀行業に参入できるんだったら、自分たちもできるんじゃないかということで、たくさん問い合わせが、いただけるようになって、で、今30社近く提携してますけども、最初の提携先は日本航空だったから。で、日本航空さんの話が全くネオバンクとは関係ない話だったんだけど、そこに、持っていけたから。で、相手もたまたまそれに共感してくれたから。これがうまくいったから、今、成功したと思ってますけども、まさに多くの人は不可能だと思ってるし、誰も思いつかなかったこと。でも自分だけは絶対成功できるってその瞬間にひらめいた。で、やったら結局うまくいって、結果的にマーケットを総取りできた。それはピーター・ティールがよく言う言葉ですけども、ビジネスで成功する方法は、とにかくマーケットを作り上げて独占することだと。悪くても寡占化することだって彼はよく言ってるんですけど、いや僕もそうだと思っていて、これが一番勝ち筋なんですよ。さっきのモーゲージバンクもそうだったし、代理店ビジネスもそうだったし、今回のネオバンクもそう。絶対に自分たちだけが勝てるっていうマーケットを見つけて、そこに集中して、とにかくビジネスはシンプルでユニークであること。もうこの二つだけだと。余計なことはしない。これはもうあらゆる事業において僕常にそれを意識してますね。どんなビジネスをやるにあたっても、とにかくユニークであること。シンプルであること。競争しないってことです。これがさっきの子供の時の原体験からもそうですけどね。人と競争しない。同じ努力をしない。もう銀行に全く限らず、あらゆる産業に言えるし、しかも多分このご時世余計に大事になってくるようなエッセンスですね。いや、実は丸山さんがどういうふうに事業を見てるのかとか、選んでるのかっていうところ、今日実は一番知りたかったんですけど、だから今のところ集約されてるなって思ったのと、それが幼少期の原体験とマッチしてるなと。要はみんなね、頭では分かってるけど、本当に心から納得してそう動けてるかっていうと、そうでもなかったりすると思うんで、なんか丸山さんはその辺が一貫してるなっていうのは今すごく感じましたね。できない理由を多分みんな並べるし、多分絶対周りはやらない方がいいとか止めてくるわけじゃないですか。それでも、もう行くんですね。いや、もっと言えば、周りが反対することしかやりたくないです。だから SBI でもよくそうでしたけども、よく北尾にも多分僕一番怒られてると思いますし、そのぐらい、みんながノーっていうことをやる方がいいと思ってます。で、みんながいいっていうのは大したアイデアじゃないんですよ。だってみんながいいっていうことは、もうみんな分かってるんでしょと。だから同じ競争が起きるし、やっぱレッドオーシャンになるんですよ。で、簡単にみんな真似するから。でもみんながそれ絶対無理だとかね、そんなの成功するわけない、やめた方がいいっていうものは、どんなに僕が成功したとしても、簡単にはすぐ真似しない。で、何年か経って、5年ぐらい経ってから、こんなに成功してるんだったらやらなきゃいけないかもって思い始めるんですよ。で、その頃にはもう勝負がついてるんですよ。そういうビジネスだけが成功すると思います。みんながいいっていうビジネスモデルは決して良くない。いや、もう根っからの起業家だと思いました。よくそんな人がファーストキャリア銀行入ったなって。そうですよね。本当ね。でも、そういうね、人が少ない中銀行に入ったっていうのが一つ。その通り。それも後付けなんだけど、いや、僕も今でこそそう思う。規制が多い業界だからこそ僕みたいな個性が生きたんですよ。これが普通に競争が当たり前のようにあるね、IT 業界だったら、僕みたいな人山ほどいると思いますよ。僕みたいなクレイジーな人なんてもっといる。もっとクレイジーな人がいるから、多分そこでは僕は勝てないと思う。ただこういう規制の強い、ある意味保守的な業界だからこそ僕の個性が生きて勝てるんですよ。だから自分がどこにいるかってそのポジショニングってすごい重要だと思うんですよ。ビジネスで成功するためには今言ったような、ユニークネスって大事なんですけど、もう一つ前提としてポジショニングかなと思ってますね。自分はどこにいるべきか。だからそういう意味では結果銀行だとか SBI とか、そういう保守的とか、インターネット金融だとか、比較的自分のライバルがいなさそうな、自分のユニークネスが生きるようなところにあえて自分を置くようにしてます。だからその代わり圧力はあるんですよ。多くの人には、煙たがられるし、だけども、そこが一番いいポジショニングなんですよ。結果。みんなが同質化してる組織って良くないんですよ。自分だけは異分子っていうのが一番いいんですよ。
お話をお伺いさせていただいた中で、相当新しく参入する領域に関しては、かなり厳選されて意思決定されてるんじゃないかなと思うんですけど、その意味では直近、テミックスグリーンさんの取り組みがあると思うんですけれども、ここはなんかどんな背景、どんな意思決定で今参入されていらっしゃるのかというところも教えてもらえますか？これは多分コロナ禍の2020年ぐらいにアイデアを思いついたんですけども、もともと僕もスタート銀行だったですし、この銀行は基本リテールの銀行ですと。で、法人融資、法人ビジネスって基本やってないですね。ただ、いつかは法人ビジネスやらなきゃいけない。法人融資をやるべきだと思ってますと。で、トランザクションレンディングみたいな AI 融資は一部やってますけども、全然広がらないので、本格的な法人融資をやるためにはどうするべきかってずっと考えてました。次のテーマとしてね。IPO 後の次の成長ストーリーとしては。で、その一つが、サプライチェーンファイナンスだったんですよ。で、サプライチェーンファイナンスをするためにやっぱサプライチェーンを作らなきゃいけないと。なので、当時、ネオバンクで提携している、山田電機さんとか、高島屋さんとか、その他、あらゆる業界のパートナーの人たち、パートナーじゃないところもそうですけど、大企業さんにサプライチェーンの話、サプライチェーンファイナンスの話をずっとしてきてました。で、多くの産業において、業界において、総論は賛成ですね。それはあった方がいいと。業界横断的にこういう仕組みがあったら、コストは下がるし、また、末端の中小企業や零細企業に対してのファイナンスが、流れる仕組みっていうのは、みんな資金繰りクローズしてるので、それはいいよねってみんな言うと。ただし、総論賛成、各論になると反対なんですよ。なぜかっていうと、それぞれの企業には多くのシステムベンダーが入っていて、そのベンダー間の調整で、そのサプライチェーンをやるためには、みんなそれに合わせるために膨大なコストをチャージしてくるんですね。そうすると、どんなに安く便利な仕組みを作ろうと思っても、結局コストに負けてしまって、導入するにみんな二の足を踏んでしまうっていうのが、もう2、3年やって分かったんですね。もう何回やっても総論賛成、各論反対を崩せなかった。で、これをなんとか突破する方法ないかと思ってずっと考えていたときに、たまたまひらめいたのが、もうそんなにシステムベンダーに邪魔されるんだったら、もうシステムベンダーがいない業界に行こうって決めたんですね。じゃあそんな業界あるのかって思ったときに、農業、林業、水産業という第一次産業は、もうそもそもほとんどが国の補助金がないと成り立たないような産業であって、まずシステムベンダーが入ってない。なぜかというと大企業ないから。資本を投下してくれる大企業が第一次産業にはいないから、結果としてそこにはシステム化が遅れてるって業界だったんですね。ここだったらいけるねと。そうするとどこの、川上から川下までどの分野に話をしても、総論も各論も賛成。ぜひやりたい。やってほしい。みんな言ってくれたんですよ。ただ、お金がないっていう。そうですよね。お金がない。どっからお金持ってくるんだみたいな話があって、当時その頃、カーボンクレジットっていうのが日本でも認められるようになってきて、カーボンクレジットだなと。これで収益を生み出すような仕組みを作ろうと。それいいね。これまたみんなそう賛成。で、次に来たのが、カーボンクレジット作るのはいいんだけども、カーボンクレジットを作るために、行政の手続きが複雑すぎて、もうほとんど紙だし、遅いし、もうそのコストが高すぎて、クレジット発行しても儲からないってことが分かったので、そうかと。行政のシステム、単なる業界のサプライチェーンだけじゃなくて、行政までつなげたサプライチェーンにしないと、これはできないんだってことが分かったんですね。じゃあしょうがないと。じゃあ、行政のシステムを作ろうと。っていうことになって、なぜか、行政のシステムを作るビジネスに入ってきました。これが、テミックスグリーンという会社ですね。銀行とあまりにも違いすぎるので、ブランドももう違うブランドにして、テミックスというブランドにして、テミックスグリーンというブランドを作ったんですけども、会社を作ったんですけども、これがとてもうまくいき始めまして、多くの自治体で採用されまして、このままいくと、おそらく自治体の、基礎自治体1700ありますし、47都道府県ありますけども、3分の1から半分ぐらいのシェア取れるんじゃないかぐらいの、イメージができてきました。そうすると、たくさんまた自治体からはいろんな困りごとを相談されるようになってきて、あれもやってほしい、これもやってほしいみたいな相談がたくさん来るようになってしまって、それ全部、できますよ、やりますよって言いたいんですけど、ここにまた銀行法という大きな壁が出まして、銀行の子会社でやると、もう業法違反でもこれ以上できないっていうようなことが、頻繁に起きるようになってきました。ニーズは顕在化している。でやれば成功する。
れは分かっている。法律だけは壁。銀行法だけは壁。まあ、しょうがないなと。もう銀行からスピンアウトするしかないね、みたいなのが、まあ、今回、まあ、銀行からスピンオフすることになったきっかけであって、まあ、その時に、田中さんにもちょっと支援していただいて、出資をいただいたんですけども、まあ、僕もそういう意味では創業者でもありますので、個人的にも、まあ、株主で出資をしてますけども、まあ、そういった銀行からスピンオフさせて、今、成長し始めてますね。これたまたま偶然が重なってこうなったんですよ。もともとやりたかったのは、この林業や農業の DX やりたかったわけでもなく、カーボンクレジットやりたかったわけじゃなくて、サプライチェーンファイナンスをやりたかったんですよ。これがもともとスタートだったんですけども、まあ、何回も言いますけど、チャンスの女神は前髪しかないので、もうやるって決めたら、これがチャンスだと思ったら、もうやめるっていう選択肢はないですね。それが銀行の中でやるのか、外でやるのかだけの違いであって、まあ必要だったら外に出てでもやるってわけですね。この描かれているストーリーないしは、まあ、ベンチャーキャピタルとして田中さんは今それ投資されたということだと思うんですけど、それはなんかどんな風に今見られてらっしゃったのかとか、なぜ投資されたのかみたいなところ、まあ VC の目線でも改めていただけますか？いや、でも一番面白いなと思ったのは、誰も見てないニーズというか、課題解決をされてるなっていうところでしたね。で、一見ニッチに見えるんですけど、その先に面白い、なんか広大な、広くな土地がありそうな可能性が広がってるところ。あともう一つやっぱ国としても、やっぱその林業だったり、まあ、自治体の DX だったりっていうのは、まあ、中長期的に力を入れなきゃいけないっていう、追い風もあってですね、様々な、制度なんかも変わってきてるというところで、なんか一見 VC があんまり投資しない領域ではあるんですけども、すごく面白い。私は個人的に好きな、領域だなというふうに思ってご支援をさせていただきました。まあきっかけはサプライチェーンなんですけども、今はだいぶまあ自分の考えも変わってきていて、まあ、ネイチャーイズキャピタルって今言い始めてるんですけども、はい、何ですか？自然資本ですね。自然が資本になっていくというのは多分これからの時代だと僕は思います。この業界に入って深く知ればするほど、勉強すればするほど、多分自然の価値がより大きくなる。これは実は、まあ、当社も今 AI に銀行としても集中的に投資をしてますし、まあ、AI の進化ってすごいのはもう皆さん知っている通りだと思いますけども、これで大きな変化が起きるんですね。何が起きるか。まず、人口が増え続けているので、確実に食料危機になります。資源が枯渇する。で、まあ、CO2 が増えることによって、まあ、気候変動も大きくなるので、必ずここに対する価値が上がってくるんですよ。なので、カーボンクレジットみたいな価値も上がるでしょうけども、その自然に対する価値自体が上がってくる。だから農地だとか森林というもの自体の価値が、これからおそらく5年、10年で数倍、場合によっては10倍以上に跳ね上がる。で、世界の富裕層はもう農地とか山をもう買いまくってるんですね。世界は。日本はまたそこまでないですけども。多分そうなってくる。だからこれから自然が大きなキャピタルになっていく。まあ、これがまず一つの大きなトレンド。がもう一つは、AI の進化によって、ホワイトカラーの仕事がどんどんなくなっていく。仕事がなくなっていくんですね。ホワイトカラーがなくなっていっちゃうんですね。そう。働くところなくなっていくんですよ。で、生き残った人たちは、ひょっとしたら収入は数千万の収入を得られる人が増えてくるかもしれない。一方で、普通の人たちがいなくなる。で、その人たちはどうやって生きていくんだろうって思うと。地方に行って、農業をやればいいんじゃないと。林業をやればいいんじゃないって僕は思うと。そのための受け皿を作っておくべきだと。そこに価値を作っておけば、地方でも農業や林業やっても、普通に年収が1000万、2000万稼げるようなビジネスにするべきだと。国の補助金がなくてもと。これ社会的な価値がある仕事だと思うんですね。よく地方創生って言うけども、地方にあるのは豊かな森林だとか、豊かな農地なので、まあそれか、水産業なので、これを生かすことが一番重要なので、この価値を上げることなんです。人口大移動が起きると僕は思ってます。そのための仕組み作りをしたいなと。だから AI にも投資をするけども、一方で、第一次産業の農業や林業にも投資をする。これは僕の投資家としてのスタンスですね。これを両方うまく組み合わせることによって、将来うまく人口移動が起きるような、流れを作れるんじゃないかなと僕は思ってますね。労働人口の大移動が起きると思ってます。そのための布石を打ってるんだと思ってますね。
そうするとまた銀行とはまた違ったようなおそらく今組織構成だとか、今後採用とかされていく中でも求めている方々って結構今までと違ったりするんじゃないかなと思ったんですけど、このあたりも少し教えてもらえますか？今まで銀行もそうでしたし、その前のモーゲージバンクの時もそうでしたし、常に、素人、異業種の人たちを巻き込んでビジネスを成功させてきました。そういう意味ではその業界に詳しい人たちがやるよりも、異分子の方がいいんですよ。自分もそうですけど。そういう意味ではテミクス、グリーンも同じで、農業や林業や水産業があるから、農業経験者とか林業経験者がいいんじゃないかとかね、農林中金とかの、そういった関連の人たちがいいんじゃないかとか、いう人が結構いるんですけども、やっぱ違うなってやっぱ思いますね。全く関係ない人の方がいい。全く関係ない人の方がいい。で、どちらかというとこの分野は今までの、ものとも、少し違う部分もあって、金融はそうは言ってもイメージが湧く仕事なので、なんとなくわかるけども、テミクスグリーンってとても複雑で、テクノロジーの知識も必要だし、行政のノウハウも必要だし、林業や農業、水産業といったような第一次産業の知見も必要。複雑な知識、経験が必要なので、できる人なんて誰もいないんですよ。ってことは、学習能力が高くて、0から1ができる人であれば誰でもいいなってぐらいです。だから未経験で全然問題ないと。そこをキャッチアップして自ら動ける人であればってことですね。学習能力の高い人っていうだけですね、単純に言えば。それじゃあいわゆる、それこそ若い方々というかでも全然いいですか？若くても全然新卒でもいいし、若い人たちもいいし、全く未経験で経験のある人誰もいないので、とにかく学習意欲の高い人。で、自分で0から1ができる人。0から1というのは、自ら考えて行動できる人ってことですね。決められた仕組みの中で頑張る人じゃなくて、仕組みを自分から作り出せるような人ですね。大したことではないです。いや、大したことではありますね。わかりました。じゃあ、もし、今までの話を聞かれて気になる方とか、ぜひ、トライしていただけるといいかなというふうにも思いました。そろそろ時間にもなってきまして、ここまでお聞きくださった方への最後残したいメッセージとかがありましたら、丸山さんとぜひ田中さんからも最後少しいただければと思いますけども、ぜひお願いいたします。皆さんに何かこうした方がいいですよってアドバイスするような偉そうなことを言うことはないんですけども、僕自身が大事にしていることってもうたった一つで、正しいことを正しくやって正しく儲けるっていうことだけなんですね。もっと簡単に言うと正しく勝つってことですね。ビジネスなんで勝たないと意味がないから成功することは絶対です。ただ正しくなければダメですね。これだけは僕は意識しているので、それができるんだったら何でもいいかなと思ってます。業界、業種関係なく。世の中に歪みがあって、その歪みを正すことができる。それによってビジネスとしても成功する。これが一番ベンチャーとしてあるべき姿かなと思っているので、世の中の歪みを見つけてそれを正す。そして勝つんだと。これもずっと信条ですね。めっちゃかっこいいですね。どうですか、田中さん。いや、もう、本当に丸山さん僕尊敬する大経営者なんで、あとテミクスの経営陣も本当にもう百戦錬磨の経営陣で優秀な人たち多いので、ぜひちょっと関心持っていただいた方は本当にカジュアルな話で構わないので、いろいろご連絡いただけるとありがたいなと思っています。はい。ありがとうございます。じゃあ関連する情報も概要欄とかに置かせていただきますので、ぜひ確認していただいて、この配信も気に入っていただいた方はぜひ一緒にコメントとか添えてね、拡散していただくだとか、いただけると良いかなと思っております。それではお聞きいただいた方も丸山さんも田中さんも本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ終了です。はい。ありがとうございます。だいぶ長くなったね。話しすぎたかな。